1999年世紀末を超えて地球から宇宙へ新たな時代がやってくる。その時歴史の中に埋め込まれた何かが目を覚ます。それがターン A。 迫り来る21世紀をどう生きていくのか、そのヒントが隠されているのかもしれない。Turn A Gundam。 時が未来に進むと誰が決めたんだ。楽園を消す命が歴史を書き直す。物語のキーワード、黒歴史。黒歴史とは約2000年前、地球が誕生してから現在に至るまでを語ったと言われる謎に満ちた伝説。そのページをめくりながら封印された黒い謎を紐解いてみよう。第1章、モビルスーツ。その時僕たちムーンレースはある使命を持って月から地球に降り立った。みんな、地球ってとってもいいところだぞ。早く戻ってこい。地球はとてもいいところだ。みんな早く戻ってこい。ロランス役ハイム家の兄弟と出会い、そこに住み込みで働いている。地球の連中ってなんで見上げるばっかりで見下ろさないんだろう。地面から離れたくないからだろ。ねえ、帰還が始まったら2人はどうするの？僕は機関車として登録したくないな。俺だってパン屋の修行続けてみんなにうまいもの食わせてやるよ。私はここの新聞社の記者になってみせる。ロランと一緒に地球へやってきたパン屋見習いのキース・レジェと新聞記者のフランドール。止まった。ソシエ、単独飛行おめでとう。ハイム家のお嬢さんがミリシャのパイロットになろうだなんて特別すぎるよ。家のことならお姉様に任せる。私はお役人や商売人の奥さんなんてごめんだもの。ソシエ・ハイム。ハイム家の次女で飛行機を操縦する活発な女の子。大学の方はどうなの？始まらないからわからないけど、どうせ知ってることしか教えてくれないんだから社会に出たいな。まあ何を言うのかしら、この子ったら。代わり映えのしない学問をするよりは実社会で学ぶべき時代になったと存じます。キエル・ハイム。ハイム家の長女で月の女王ディアナ様にそっくりの理想のお嬢様。本当に戦争は始まるので。噂ですよ。しかしこれを利用して工業化社会を作りたいというのが私の狙いです。さすが御曹司、ご両親の後継ぎながら時代の産業を起こそうとは。年寄りが政治と外交をやっていればそうするしかないでしょう。グエン・ラインフォード。イングレッサ領の領主の御曹司で産業革命を起こそうとする革命児。ビシニティの成人式の日。では選ばれた一組が代表としてホワイトドールの前で成婚を授け合います。私と共に行くのはどなた？ボストニア城の無線室ではある異変を観測していた。そうです。ムーンレースが届けてくれました。月に住む人という意味の種族がいるんですか？そう語る連中が入植したいというのでミリシャを増強したのです。イングレッサだけではない、北アメリア大陸のサンベルト地帯をよこせというのです。それが月にでも住んでいる宇宙人の要求なのです。僕はソシエお嬢さんと二人、アークさんに立つホワイトドールという石像の前で聖なるあざをつけるの。これしないと大人になれないの？成人式の儀式を始めていたんだけれど。何？あれは火事の色だよ。本当？火事の色？ノックスの方なのは間違いないよ。かなり大きい。ムーンレースの機関部隊がノックスの町に攻撃をかけてきた。なんだ、こいつら正気なのか？なんて不愉快な連中だ。走ってますよ。だけどあれ機械に見えるぞ。イングレッサの軍隊が応戦したけれど。野蛮人がふざけるんじゃない！
モビルスーツウォドムのパイロットフォーチュイにノックスの街を破壊されてしまった。その時ホワイトドールの石像が崩れて中から機械人形が現れたんだ。何が起こったの？知らないよ。ホワイトドールめちゃめちゃになってしまったなんて。何あれ？あれ座席ですよ。絶対に運転席ですよ。これメットもあるんだ。パネルはだいぶ違うけど。ホワイトドールに機械人形が入っていたの？入っていったんですよね。これはモビルスーツだ。なんでモビルスーツが遺跡みたいになってるんだ。そしてしゃがんで。勝手に動いてる。止められない。止めて！どうやって？地球にモビルスーツなどないはずだぞ。その後グエン様のお城で月と地球の交渉が行われた。ディアナカウンターにお分かりいただきたいのは、無線で交渉した2年余りはなかったことにしていただきたいということなのです。月に住むムーンレイスを人類と認識していなかったということですか？我々はムーンレイスほどの学問も知識もなかったと申しているのです。蛮族には蛮族のやり方に合わせろと。残念ながらそういう言い方を認めざるを得ませんな。ハリー・オード、月の女王ディアナ・ソレルの親衛隊長。そのハリーさんがモビルスーツ相撲で護衛する中、ディアナカウンターの機関ソレイユがノックスの空港に着陸した。ディアナ様が地球へ降りてこられたのだ。ディアナ・ソレルです。グエン・サード・ラインフォード殿でありましょうか？はい。ディアナ・ソレル閣下で。よしなに。ディアナ・ソレル、ムーンレースの女王様。ディアナカウンターを組織して地球への帰還を指揮してきた。ロラン・セアク、西暦2328年11月2日生まれ、メイザム地区出身。同中学卒業時にフラット2番で地球降下。2年間の検体の任務ご苦労。君の肉体精神は極めて健やかであった。ビシニティではモビルスーツの噂は聞いたことはないんです。ですが夏至の日の成人式の夜、ウォドムがマウンテンサイクルに砲撃をしました。その直後にホワイトドールの石像が崩れてモビルスーツが出てきたと言います。黒歴史のことは聞いたことがないのかね。神々の話とか言われてるやつだ。絵本に書いてあるような話でしょ。でもシドという山師は黒歴史を証明できる宇宙兵器を掘り出せると言っていました。ミリシャのためにあちこちで山を掘り返している老人です。グエン・ラインフォードの命令で発掘作業をしているんです。最初に出てきたのがこのヒゲのモビルスーツガンダム。なぜホワイトドールの石像に眠っていたのか、またなぜディアナカウンターの帰還作戦と共に起き上がったのか、よくわからないようなのだ。ヒゲのマニュアルブックなのか。黒歴史に電気の本とかいうのがあったが、そういうものでしょうね。身長がだいたい20メートルの機体の中には計り知れない性能が秘められている。ターン A ガンダムスペック1、コックピット。さっき出てきた乗り降りの時はクレーンが動くようになっている。操縦は本来 VR メットを装着して前面の透明キャノピーのモニターを見ながらフットペダルとコントロールアームで行う。 WAD スペック2、胸部。プレーンで平らな胸部は武器庫になっている。胸の十字がフレームとしての強度を保っている。スペック3、腕部。腕の動きでポップアップさせたビームサイベルは
レーザーメスのようにどんなものでも切り裂くことができる。スペック4脚部。落ちるもんか。足の裏は前後に大きく開くことができて、どのような姿勢もホールドすることができる。僕はムーンレースだ。だけど今は地球側に立って単影ガンダムを操縦して月から来たさまざまなモビルスーツと戦っている。オドム vs ガンダム。やってしまった。あ、地球は戦争するところじゃないでしょう。なんだ。お、なんとかせ。状況不明。相撲 vs ガンダム。他にもこんなモビルスーツが。ロロンたちが月から地球へ降下した時使用したフラットと、ミリシャがディアナカウンターと対抗するため発掘したカプルだ。そして最近発掘されたのがこのモビルスーツ。見覚えのある人もいるかもしれないけれど、ファーストガンダムにも出ていたザクを思わせるボルジャーノンだ。船体が途切れるところまで掘りゃいい。次々と発掘されるモビルスーツたち。なぜこんなに大量の機体が埋められていたのか、それはまだ闇の中だ。第2章、ディアナとキエル。この二人には本当に驚かされた。ディアナ様とキエルお嬢様はそっくりなのだから。左利きでいらっしゃいます？いいえ、私は今はあなたの鏡。ディアナ様ったら私たちはとても似ているようですね。恐れ入ります。私にもそう思いました。キエルさん、この私の服を着てみせてはもらえませんか？ディアナ様のお召し物ですか？いいでしょ？お願い。はい、これで仕上げね。ゆっくり回ってみてくださいませ。ミラン、これから視察に参ります。ヨシナにお上手ですよ、キエルさん。今からキエルさんがディアナソレル、私はキエルハイムをやってみます。そんな、分かってしまったらどうなさるのです。そうしたら2人で謝ればよいことでしょ。遊び心で入れ替わってしまったディアナ様とキエルお嬢様だけど、ここからお二人の運命は大きく変わることになってしまう。私もこうやって乗り込むのは初めてです。お気をつけなさい。あなたはディアナソレルです。もっと尊大な言葉遣いをなさらないと。尊大、偉そうに話すんですか？できるのかしら、私に。そしてそのままハイム家に。お忙しい中をよくもまあお帰りくださいまして。夏休みは長かったんだね。そうなのよ、宿題が多くって帰ってこられなくって。お母様、大学の方は順調なのね？もちろんです。お友達もたくさんできましたよ。わざわざ来てもらって悪かったわね。いいえ。お母様、お父様は山に入って増産でしょ。漁師様のために、私たちのこのような人を相手に私は戦争を仕掛けた。温かい手におなりだね、キエル。ありがとうございます、お母様。キエルお嬢様。お父様、ごめんなさい。
お墓参りが遅くなってしまって申し訳ございませんでした。仕事にかこつけてついつい家に戻ることが遅くなりまして、本当に申し訳ございませんでした。安らかにお眠りくださいまし。ディアナ・ソレル、ありがとうございます。それがあなたのお心でしょうか。この後ディアナ様はキエルお嬢様として僕とハイム家に残ることになってしまった。キエルお嬢様に扮するディアナ様は思い出していたのです。ここが素晴らしい土地であることを。僕もこの風景は大好きです。それは月から来た人すべてが思うことでしょうか。そうであってほしいと僕は思っています。そうですね。多少強引でも。一方ディアナ様に扮するキエルお嬢様は、このソレイユをですか。全軍でです。いかがでしょうディアナ様。よろしいのですか。は？ここに残す帰還民の安全のことを考えてください。ごもっともなのですが。こいつをですか。貸してくださいまし。キエルハイム、そういうのはお嬢さんの冷や水って言うんですよ。これなんだ。女兵か。キエルお嬢さん、命令に従わないのならディアナ・ソレルの名において処刑します。本当に双子の姉妹のように外見だけでなく心まで似たお二人になられ、日増しにディアナ様はキエルお嬢様に、キエルお嬢様はディアナ様になっていく。命令は出ておりますね。出ております。飛行機部隊。ディアナ様、お下がりください。私のことは構わないでよろしいです。戦いともなれば皆様の前に出て指揮を取らなければならない立場です。ソレイユの離陸は急いでください。はい。ディアナ様、これでよろしいのでしょうか。果たして二人が元通りになるのはいつなのか。これが本来の姿なのだろうか。第3章、ロランたちのロマンス。宇宙にあるように地球でもロマンスの花はたくさん咲いている。ミリさんの羊。地球人とか宇宙人とかそんなものは関係がない。僕にも昔から恋焦がれる人がいた。ディアナ・ソレル様だ。そのディアナ様にそっくりなキエルお嬢様との出会いは衝撃的だった。ディアナ様はとにかく素晴らしい方で、みんなの憧れの的だった。お前ディアナ様のコピーだよ、コピー。ディアナ様が来てくれればうまく収めてくれるよね。そのディアナ様がやってきて、ディアナ様、本物だ。会えるって聞いた時はもう死んでもいいというくらい感動した。誰も戦いなどは望んでおりません。では月と地球が仲良くやっていけるように取り計らってくださいますね。もちろんです。あなたと私は立場は違いますが思いは同じと感じました。そのディアナ様に瓜二つのキエルお嬢様、めちゃめちゃにしてくれたわね。最初は冷たかったけど最近ちょっと様子が変わってきたんだ。なんですか。空と雲と風、私はこれをみんなに見てほしい。ロラン、大丈夫でした？手を出して。いいですよ、こんなの。悪いばい菌でも入ったらどうするんです？なんかキエルお嬢さん突然とても優しくしてくださって。下がって。戦いはまだ続いているのですね。戦場が移動しているんです。失礼しました。あなたはよくやってますよ。私こそ驚いています。そうですか。休んだ方がいいようで。ちょっぴりいいムードになりかけた二人だったけれど、そこへ気になる男性が現れた。
ウィル・ゲームさんは先祖の声を確かめるため宇宙船を掘り出して月へ行こうと考えている。あなた、何かご用？ウィル・ゲーム、あなただったのね。どちらさん？ディアナ・ソレルです。ディアナ？ディアナ・ソレル？そして僕にも。これが山の中から出てきた代物だってのかい？まるで新型。テデス・ハレさんはウィルの奥さんとして振る舞っているけれど、正体不明のお色気美女。なんか触ったら開いちゃって。ねえ、あなたどうしてこんな機械人形を操れるようになったの？聞かせてほしいな。温泉だ。そうだよ。あんたも入んなよ。女を先に入らせて恥をかかせる気かい？そんなことありません。ムーンレイスのあんたがなんでミルクに手を貸してんだ？あなたもムーンレースですね。ご先祖がね。あの宇宙船掘り出してどうするつもりなんです？どうするって？化石みたいなもの動くわけないじゃないか。僕上がります。甲板か？どなたかお分かりですか？先々代のウィルみたいだな。どうしても旅へお立ちで？僕は帰ってまいりますから、その時は結婚をしてください。もちろんです。ぜひご無事でお帰りのほどを。私の意志に反してウィルは旅立っていく。谷の宇宙船掘り出してくれてていいんだね。その子孫のウィルさんも発掘したモビルスーツで旅立ってしまった。今後とも我がディアナカウンターに協力してくれれば月へ行くこともできましょう。ところであんた様は本当にディアナ・ソレル様で？何？ご先祖さんは月の娘ディアナ・ソレルってのと恋をしたって。でも同じ名前のあんたは知らないらしい。ハリー注意。その青年をフィル少佐に預け働かせてください。俺のロマンスを邪魔するな、ミリシャども。注意さん見ていてくれ。その谷の宇宙船は俺がディアナ・ソレルに会いに行くためのものなんだぞ。微熱が冷めないまま。運転してる人出たがってる。出してあげなくっちゃ。でもあれ腕だけかもしれません。お嬢さん。そんな。ウィル・ゲームさんの。ロラン、ウィルさんは、ウィル・ゲームさんは、あのウィル・ゲームさんは、ロラン。ここでロランたちのロマンスは行方がわからなくなってしまった。でも黒歴史の謎が解けない限り戦いはまだまだ続くしかない。小さなその手の中にある。嵐が来た時って見えないところでいろんなことがあるんだろうけれど、僕はキースの手伝いで橋になったりしていた。けどソレイユの近くでゴッツォとかのモビルスーツの動きを止めようとして僕はテデスさんの姿を見てしまった。次回ターン A ガンダム建国のダストブロー。殺意の風が渦を巻く。